皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回は3月末から4月にかけて Netflix で配信の韓国作品4作品をご紹介します。チャンネル登録もよろしくお願いします。最初にご紹介するのは、不可解な事故の目撃者、トラウマに苦しむ医師、巨額の負債を抱える者、不当な解雇を受け危険な仕事に就く男、成功させていた伝統医学がある悲劇をきっかけに血に落とされる人物、波乱を呼ぶ出来事を引き起こす女、抜けたくても抜け出せない悪縁で絡み合った6人の男女を描くハギョンです。ネットフリックスで配信中で全6話です。正直1話から目を覆いたくなるようなグロテスクで残虐なシーンが多く、見るのにかなり苦労しました。悪縁では各人物の視点が語り口となり、過去の出来事や現在の行動の裏にある動機や心理が丁寧に掘り下げられています。誰が正義で誰が悪かという単純な構図ではなく、誰もが被害者であり加害者であるという複雑な人間関係が浮かび上がってきます。物語の序盤では登場人物たちの接点は偶発的なものに見えますが、しかし話が進むにつれ、その出会いが偶然ではなく必然だったことが明らかになっていきます。過去の事件、共通の人物、交差する利害、それら全てが悪縁というテーマに収束していきます。パク・ジェヨン、イ・ヒジュン、父殺しを企てた借金王、投資の失敗から借金地獄に陥り、保険金目的で父親の命を奪おうとする男。彼の行動が物語の連鎖の出発点となり、他の人物たちの運命を巻き込むきっかけとなります。絶望と後悔の狭間で揺れる人間の弱さがイ・ヒジュンの重厚な演技で表現されています。キム・ボムジュン、パク・ヘス、事件を冷静に操る目撃者。偶然の事故現場を目撃しながらも、その状況を静かに見つめ、裏から介入していくミステリアスな男。パク・ヘスが演じるボムジュンは、表情の奥に何を考えているのかが読めない存在で、物語の緊張感を高めます。イ・ジュヨン、シン・ミナ、トラウマを抱える神経外科医。過去の出来事に深く傷つきながらも、医師として職務を全うしようとするジュヨン。彼女がある患者の名前を耳にした瞬間、物語の過去と現在が重なり合い始めます。シン・ミナが見せる繊細な演技がトラウマの重さをリアルに伝えています。ハン・サンフン&イ・ユジョン、交通事故と秘密を共有するカップル。恋人同士の2人は偶然起きた交通事故を隠蔽しようとする中で、罪悪感と恐怖に飲み込まれていきます。サンフンを演じるイ・グアンスとユジョン役のコン・スンヨンが見せる心理の変化は見どころの一つです。チャン・ギルリョン、キム・ソンギュン、裏社会の殺し屋。ジェヨンの依頼を受けて父殺しを請け負う中華系マフィアの実行者。ギルリョンは金のためなら何でもやる冷徹な存在ですが、実は彼自身も過去にとらわれている人物として書かれています。このキャラクターが加わることで、物語はさらにダークで緊迫した方向へと加速します。これだけの豪華出演陣が織りなすサスペンスは、それだけでも一見の価値ある作品です。次にご紹介するのは、Netflix で2025年3月21日より配信された韓国映画刑事リベレーションです。監督・脚本は新幹線地獄が呼んでいるなどを手掛けたヨン・サンホ監督による衝撃の心理スリラー。神の啓示を信じる牧師と過去のトラウマを抱える刑事が一人の少女失踪事件をきっかけに信仰と罪に向き合う物語です。主人公ソン・ミンチャンを演じるのは実力派ハイヌール・ジュンヨルです。彼が演じるミンチャンは小さな教会を運営する温厚で信仰心の深い牧師ですが、ある日神から犯人はトンヤンデだという啓示を受けたと信じ、自ら捜査に乗り出す危うい人物です。この役は信仰と正義、そして狂気の境界線を歩む難役であり、ユジュンヨルの繊細な演技力が際立っています。事件に巻き込まれた妹の死にトラウマを抱える刑事イ・ヨニを演じるのはシン・ヒョンビン。
過去に妹を事件で亡くしたトラウマを抱えつつ、アヨン失踪事件の真相を追い、捜査と感情の狭間で揺れ動く女性刑事という複雑な役柄に挑んでいます。兄ちゃんと同様にヤンデを疑うが、その根底には個人的な感情も潜んでおり、視点が交差し、物語を多層的に構築していきます。事件のキーマンであり、刑事の対象となった前科者ゴン・ヤンデを演じるのはシン・ユンジェ。彼の登場によって物語は一気に不穏な空気へと転がり出し、ヤンデの真意や過去の罪、そして現在の行動が少しずつ明らかになります。果たして彼は本当に犯人なのか、それとも冤罪なのか。3人の登場人物がそれぞれのトラウマをもとに衝突する構図は、この映画最大の見どころでもあります。単なるサスペンスにとどまらず、信仰、記憶、贖罪、正義といったテーマを多層的に織り込み、視聴後に深く考えさせられる余韻が魅力です。次にご紹介するのは、賢い医師生活のスピンオフで、最近に売れまくっているコ・ユンジョン主演のいつかは賢いレジデント生活です。彼女は本当に美しいですね。何かと話題のハン・ソヒにとって変われる存在な気がしています。注目も集めたのは、なんといっても冠婚シーズン2の浮世離れした美貌ではないでしょうか。そんな彼女が主演のいつかは賢いレジデント生活、ユルジュ病院を舞台に産婦人科医を目指す若き医師たちのヒューマン医療ドラマ。理想と現実のギャップに苦しみながらも試行錯誤を繰り返し、真の医師へと成長していく彼らの姿がリアルに描かれます。多忙な日々の中で生まれる友情や、医療の現場で直面する喜びと悲しみが交錯する心温まるヒューマンドラマ。コ・ユンジョンの脇を固めるキャストはシン・シア、カン・ユソク、ハン・エジなど。これからの放送が楽しみです。次にご紹介するのは、80歳で天国へ旅立った主人公が死後の世界で愛する人たちと再会し、愛や絆などをテーマにさまざまなエピソードを紡いでいく韓国ドラマ「君は天国でも美しい」です。ネットフリックスで配信は4月20日からです。この物語は韓国を代表する女優キム・ヘジャがドラマ「眩しくて私たちの輝く時間」のスタッフと再びタッグを組んだ作品で、設定が何といっても奇抜で面白くなりそうです。ほぼ3度の人生を送ったと言っても過言ではないキム・ヘジャ演じるイヘスク。幼い頃は両親を早くに亡くし、厳格な祖母のもとではいと従うばかりの受け身で涙もろい少女だった。やがて情に熱いソン・ソック演じるナクジュンと出会ってごく普通の家庭を築きながら暮らしていたが、ある日突然事故で夫が倒れてしまい、彼女は一夜にして一家の大黒柱へ。野の花のようにか弱かった少女時代の性格は次第に強くタフになっていった。荒くれ者がひしめく貸金業の現場でも唾をペット吐きかけるくらいのベテランぶり。波乱万丈の人生と日銭を稼ぐ中で出会った数えきれないほどの人々とのやり取りの中で、いつの間にか路上の哲学者にもなっていた。長年の貸金業で培った彼女は頭の回転もなかなか鋭いタイプ。そして80歳でその生涯を終え、夫の待つ天国へと旅立つことに。なのにこの年になってやっと天国にたどり着いたと思ったら、ナクジュンはなんとピンピンした若々しい姿で現れたのだった。天国でどんな話が繰り広げられていくのか。そしてハン・ミジン演じる謎の女の正体は、すっかり年を重ねた自分が若い頃の姿のままの夫に天国で出会って知ったら、嬉しさより腹が立ちそうな気もしますが、ソン・ソックなら許せそうな気もします。またイ・ジョンウンも出演していますよ。いかがだったでしょうか。ネットフリックスで4月の新作をご紹介しました。見たい作品はありましたでしょうか。このチャンネルは登録者数1000人を目標に頑張っています。気に入っていただけましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。